皆さんこんにちは、五戸美希です。3週連続ナレーション講座、今日が第2回です。今回はですね、朗読あるいは読み聞かせ、そんな原稿を使いまして、間に注目してお届けします。間です。無音の時間ということですね。あるいはどこでどう区切るか、そんなお話になります。今日はですね、こちらの作品の冒頭を拝借します。新見南吉さんの子供の好きな神様ですね。朗読となると正確に読もう、それをちょっと考えすぎてしまうというパターンありまして、正確に読もうとすると区切るところが増えてしまう。これ失敗あるあるなんですね。区切るところが多すぎると、この冒頭のところこうなってしまいますね。子供の好きな小さい神様がありました。いつもは森の中で歌を歌ったり笛を吹いたりして小鳥や獣と遊んでいましたが、時々人の住んでいる村へ出てきて好きな子供たちと遊ぶのでしたってこうなってしまうと間の失敗というふうに言えますね。そうじゃなくてこうしたいというのを一回やりますね。子供の好きな小さい神様がありました。いつもは森の中で歌を歌ったり笛を吹いたりして小鳥や獣と遊んでいましたが、時々人の住んでいる村へ出てきて好きな子供たちと遊ぶのでした。はい、こういうふうにするにはどうしたらいいかという、間のポイントを3つお伝えしていきます。スピーチトレーニング。それでは間のポイントその1です。句読点以外はつなげる。はい、冒頭子供の好きな小さい神様がありました。こういうふうに区切らないで丸まで一気につなげちゃいます。子供の好きな小さい神様がありました。これ次もですね、歌を歌ったり笛を吹いたりして小鳥や獣と遊んでいましたがじゃなくて、この点のところまで一気につなげちゃいます。歌を歌ったり笛を吹いたりして小鳥や獣と遊んでいましたが、こんな風に丸まで一気に点まで一気に、区切るところが増えてしまうということを思い当たることがある方はですね、つなげられる限りつなげるんだというふうに思ってもいいぐらいかなと思います。間のポイントその2、つなげてもスピードを保つ。これその子供の好きな小さい神様がありましたじゃなくて、子供の好きな小さい神様がありました。こういうふうにつなげようとすると、子供の好きな小さい神様がありました。で、早くなってしまうという方が、結構いらっしゃいますね。読み聞かせ、こういう童話の場合は聞き手は子どもたちなのでゆっくりというの大事ですね。理解しやすいように、あとは物語に入り込みやすいようになるべくゆっくり読んでいく。これはビジネス系、その大人向けの朗読であってもあまりに早くならないようにはしたいですね。聞き手を置いてけぼりにしない配慮というのをしていきたいということですね。で、これちなみにフリートークの場合は早いところとゆっくりなところ両方作ってメリハリ出していくんですけれども、朗読ってなるとおおむね一定のスピード感、聞き手に違和感を持たせないようにするというのがポイントになってきますので、つなげるけれどもゆっくりのまま、子供の好きな小さい神様がありました。こういうふうにするといい間になりますね。なので息を長く持たせるという必要もあるんですね。これ発声する時の力みをとってグッて力が入ると息が持たなくなるので、つなげると速くなってしまうという方は長く息を出す練習、力みをとって長く息を使う練習、これをしていくのも間にとって効果的だなと感じております。スピーチトレーニング。間のポイントその3、段落が変わるところは2秒を空ける。この原稿で言うと遊ぶのでしたの後、心の中で1、2って数えるんですね。時々からやってみます。時々人の住んでいる村へ出てきて好きな子供たちと遊ぶのでした。けれどこの神様は一度も姿を見せたことがないので、
はい、こんな感じで1、2心の中で数えて間を取っていくんですね。でこれは初めは結構怖い、その無音の時間って結構怖いと思うんですね。慣れてくれば1、2って数えなくても間を開けられるようになるんですけれども、初めはですね、事前にここで段落が変わるから事前にここで間を開けよう、2秒数えよう、そういうふうに決めておいた方がいい間になるので、そうですね、まだ朗読とか始めて最初の段階だという方はここで間を取る、決めておいていただけるといいなと思います。間というのはもう超重要ですね。話が変わるとか話が進むとかが聞き手、理解しやすくなりますし、その聞き手が想像する世界を整理する時間にもなるので、いいところに間があるというのはもう非常に重要ですね。で、作品によってはもともとは段落があんまり分かれていないというものも結構あります。この作品も青空文庫に掲載されている文章というのは段落の表記がないんですね。なので段落の表記がないものに関しては自分で原稿を作り直す、これがおすすめですね。ワードとかに打ち込み直して段落が変わるところ、目で見てはっきり分かるように空白を作っていく、全体もなんなら文字を大きくして改行もたくさんしたりして自分が一番読みやすいものを作っていく。これは朗読は初めの朗読としてはみんなやることなので全然恥ずかしいことではないですね。で、どこで段落を開けたらいいか変えたらいいかもうさっぱりわからないという方もいらっしゃると思いますので、そういう方はですね、生成 AI 頼っちゃうのがいいかなと思います。段落を変えた方がいいところを教えてくださいが原稿ですみたいな感じで AI を活用するのも今の時代はいいんじゃないかなと思います。スピーチトレーニングということで、五戸美希のスピーチトレーニング、メルマガ配信しています。メルマガ限定のラジオを毎週お届けしていますので、ぜひご登録ください。個別のレッスンもお受けしていますし、オンラインサロンも運営しています。オンラインサロンは毎週 Zoom でグループレッスンをしたりですとか、毎月課題提出という、そういったコンテンツがありますので、一緒に気軽に話し方、スキルアップできるというものですね。詳しくはプラン一覧をご覧ください。最後までご覧いただきましてありがとうございました。